皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語の学習者さんに向けて優しい日本語でお話しするポッドキャストです。はい、皆さんお元気ですか？ちょっとね、前回の動画なんですけど、話すのが早かったですか？私ね、できるだけ毎回同じスピードで話をしようっていう風に思ってるんですが、私ね、普段から話すのがちょっと早いと思うんですよ。すごくね、早いっていうほどじゃないと思うんですが、私、東京生まれ、東京育ちなんですけど、東京の人あるあるだと思うんです。東京の人って話すの結構早いんじゃないかなと思います。意図的にね、早く話しているわけじゃないんですけど、結構ね、お店とかに行っても店員さんと話すときにテンポが速くなるかなというふうに思います。東京の人の中では多分そんなに早いとかじゃないと思いますが、皆さんにとってはもしかするとちょっと早いかもしれないなと思いました。どうでしょうか？どれぐらいのスピードで話すのが一番いいでしょうか？私のね、チャンネルではなるべくナチュラルな日本語を意識しているんですね。だから意図的にすごく遅く話そうとかは思ってないです。でも私も人間なので、テンションが上がると早口じゃないけどちょっと気持ちが上がるのと一緒に言葉も早くなるんですね。前回の動画は最初に私のね、嬉しかった話、皆さんへの感謝を言ったので、多分それで気分が盛り上がってちょっと早くなったかなと思います。でもね、一番大切なのははっきりと分かりやすく話すことかなというふうにも思っているので、もしね、もっと早くがいい、もっと遅くがいいっていうのがあれば、コメントでお気軽に教えてください。みんなのね、意見には答えられないかもしれないですが、何かあればぜひ教えてください。はい。ということでね、突然ですが、皆さんに質問です。日本語で答えてくださいね。はいかいいえで答えてください。じゃじゃん。あなたは自分が社交的じゃないと思いますか？チクタク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 。自分が社交的だと思う人。はーい。なんて答えましたか？いいえ、私は社交的ですって答えましたか？答えられていたら正解です。はい。じゃあ、自分が社交的じゃないですって思う人。はーい。はい。皆さんはなんて答えましたか？はい。私は社交的じゃないですって答えていたら正解です。どうでしょうか？あれってなっている人もいるかもしれないですね。はい。ではもう一つ質問です。今の質問わかりませんよね？はいかいいえで答えてください。今の質問わかりませんよね？わかった人はいいえ、わかりますと答えましたか？そしたら正解です。わからなかった人ははい、わかりませんって答えられていたら正解です。そしたら分かってるね。はい。皆さん、間違えずに答えられましたか？はい。間違えずに答えられました。って答えていたら正解です。いいえ、間違えました。と答えていたら、それも正解です。はい。このね、回答、あれって思った人いますか？多分いると思います。なぜかというと、日本語で否定形の質問をされた時に、はいといいえの答え方は英語と逆だからですね。もしかしたら英語圏じゃない人の言語も英語と同じように答えているんだったら、多分日本語でのね、回答に混乱すると思います。はい。言っていることがわかりますか？ちょっと難しいかもしれないです、今日は。英語だったら、あなたは自分が社交的じゃないと思いますかって聞かれても、はい、私は社交的ですって答えますよね。あるいは、
いいえ、私は社交的ではありませんって答えますよね。これは日本語だと間違いです。今回はね、日本語のはいといいえが英語とは逆になる場合と理由、それからちょっとね、練習をするために一緒にね、考えていきたいなと思います。はい。自然な日本語を話したいと思っている人はぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。チャンネル登録といいねで応援お願いします。はい。ということでね、日本語では否定文に対する答え方が英語と逆になることがあります。肯定文の時は英語と一緒です。例えば、お寿司は好きですかって聞かれたら、はい、好きです。いいえ、好きではありません。こういうふうに答えますね。英語でも同じですよね。Do you like sushi? って聞かれたら、Yes, I do。それか、No, I don't。これは英語と同じですね。でもね、否定形の文章の場合は、英語と逆になります。これはね、かなり多くの日本語のね、学習者さんが戸惑うポイントですね。例えば、英語で、Don't you like sushi? 寿司は好きじゃないのって聞かれたら、Oh, yes, I do って答えますよね。あるいは、No, I don't って答えますよね。はい。でも、日本語では、この答え方が変わります。寿司が好きじゃないの ?Don't you like sushi? はい、日本語でそうやって聞かれたら、いいえ、好きです。はい、好きじゃありませんって答えます。なぜかというと、日本語では、はいといいえは、質問文の肯定、否定に対して答えているからです。質問の回答としてのはいかいいえじゃないからですね。質問の文章に対するはいかいいえなんですよ。つまりね、まず相手の文章を理解しましたよ。その理解を示した後に自分の意見を言うんですよ。はい。じゃあ、もっと練習をしていきましょう。例えば、あなたは学生ですかって聞かれたら、はい、学生です。いいえ、学生ではありません。こんな感じで、質問がね、肯定文の場合は、はいが肯定、いいえが否定。これは英語と同じです。はい。じゃあね、否定文だったらどうなるでしょうか。あなたは学生じゃないんですか？これは否定形ですね。あなたは学生ではないんですかって問われました。この時ね、英語では Aren't you a student? って聞かれてるから Yes って答えて私は学生です。私は学生っていうことに対する Yes ですね。はい。でも日本語はというとあなたは学生じゃないんですか？はい。学生ではありません。いいえ、学生です。はい。やっぱりね、英語とははいといいえが逆になります。あなたは学生じゃないんですかっていう文章が正しいか正しくないかをはいかいいえで答えるので、学生ではないっていう文章が正しいからはい、私は学生じゃありませんってなります。あるいは私は学生だからあなたの言っていることは間違っていますっていうことで、いいえ、私は学生です。私は学生だからあなたの言っていることは間違っています。だから、いいえ、あなたの言っていることは間違っています。だって私は学生ですっていうことが言いたいですね。はい。じゃあね、もうちょっと練習をしていきましょう。日本人じゃないんですか？はい。あなたがすごく日本語を上手に話しています。日本人じゃないんですか？はい。あなたは日本人じゃありませんね。なんて答えますか？はい。答えは、はい。日本人じゃありません。あなたの言っていることは、はい、正しいですね。私は日本人じゃありませんよ。はい、そういう意味ですね。じゃあ次。昨日は学校に行かなかったんですか？あれ、昨日学校だったよな。学校に行かなかったの？はい、そうやって質問をされました。あなたは学校に行きました。実は行っています。なんて答えますか？はい。いいえ、行きました。いやいや、行かないっていうのは間違いだよ。だから、いやいや。いいえ、私は行きましたよ。学校に。
はい、そういう風に言えますね。はい、じゃあもう一ついきます。今日朝ごはん食べなかったんですか？お腹鳴ってますよ。なんて答えますか？食べなかったんですって答えたいとき、どうやって言うのが正解でしょうか？答えは、はい、食べませんでした。あなたが言っていることは正しいです。はい、食べなかったんですよって伝えたいですね。はい、ちょっとね、混乱しますよね。わかります。実はね、日本人の私でも混乱することがあります。これはね、私が多分英語を勉強したからだと思います。英語を勉強する上で、たくさんのね、質問に答えました。だから、日本語で答えるときに逆に混乱するようになったんだと思います。でもね、慣れれば大丈夫だと思うので、このね、考え方を思い出してもらえればいいかなというふうに思います。ということで、今日のまとめです。日本語では否定文の質問に対して、その否定が正しいか正しくないかで、はい、いいえを答えます。英語とはね、違って自分の気持ちとか意見がはいかいいえかっていう答え方ではありません。質問文そのものが合っているか合っていないかに対してはいかいいえを答えます。もしね、どうしても迷ってしまった時には、はいといいえを答えないっていうのもありです。はいかいいえを言わずに、私はこうですって答える。これはね、日本人もよくやります。ただね、日本人の場合は結構フィラーを活用します。つなぎ言葉ですね。フィラーについては前回の動画でご紹介しているので、もしよかったら合わせて見てみてください。例えばね、とか、みたいな感じで、うまくフィラーを活用すると、はいとかね、いいえを言わなくっても、会話の流れが自然になるかなと思います。ただしね、就職面接の時の筆記試験とかありますよね。そういうところでは、はいといいえしか答えられないことがあります。だからね、もし日本で働こうっていうふうに思っているんだったら、はいといいえもね、問題なく答えられるようになるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか？楽しんでもらえましたか？もしね、こういう動画が面白かったな、役に立ったなと思ってくれたら、チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。またねー。